今回は、ドラフトワークベンチのワイヤー 2B スプライン。基本設計をスケッチにする。配列を設定。フリップディメンション。2D ビュー形状コマンドについて説明していきます。最初はワイヤー 2B スプラインについて説明します。まず、ポリラインを使用してワイヤーを作成します。このような形でポリラインを描いていきます。次に、このポリラインを選択して、ワイヤー 2B スプラインボタンをクリックします。すると、このようにポリラインから B スプラインが作成されます。反対の操作もできます。こちらに B スプラインを描いていきます。この B スプラインを選択した状態で、ワイヤー 2B スプラインボタンを押してみましょう。すると、このように B スプラインはポリラインに変換されました。このように、このボタンは B スプラインとワイヤーの相互変換が可能です。次に、基本設計をスケッチにするボタンについて説明します。例えば、ここに楕円を書きます。この楕円を選択した状態で、基本設計をスケッチにするボタンをクリックしてみます。すると、こちらのモデルにスケッチが追加されました。こちらのスケッチを使用してパートデザインで編集することができます。まず、こちらにボディを作成します。そして、このボディに作成したスケッチを移動します。このスケッチを選択した状態で、パッドを作成してみましょう。この状態で斜めから見ると、パッドが作成されていることがわかります。このように、ドラフトの図形をスケッチに変換し、パートデザインなどで利用することができます。次は、勾配を設定するコマンドについて説明します。こちらのラインを選択します。そして勾配を設定ボタンを押します。すると、タスクパネルに勾配を設定する画面が表示されます。ここに縦横比を入れます。例えば1と入力してみましょう。すると、選択したラインがこのように傾いて表示されます。こちらの長方形についても、行ってみましょう。先ほどと同様に、勾配を1として入力してみます。この場合は、傾きは作成することができませんでした。B スプラインについても適用してみましょう。こちらについても傾きを作成することができません。それでは、こちらのポリラインに傾きを適用してみましょう。すると、このように傾きを設定することができます。次に、勾配角度について見ていきましょう。こちらのラインを選択し、勾配設定ボタンを押します。そして、勾配を0に設定します。すると、このように角度は水平となります。もう一度、このラインを選択して勾配を設定します。45度の場合は、縦と横の比が1ですので、1と入れれば45度となります。それでは、次に縦横比を1対2に設定して、行ってみましょう。縦が2、横が1ですので、割り算すると2となります。この数値を入力します。すると、このように、60度の角度を持つ勾配が作成されました。次は、フリップディメンジョンについて説明します。この機能は、寸法の表示を逆向きに表示する機能です。操作方法は、寸法の部分を選択して、フリップディメンジョンボタンを押します。すると、寸法表示が外向き表示から内向き表示に変更されます。
もう一度、クリックすると、反対側に表示されます。これがフリップディメンションボタンです。最後に、2D ビュー形状ボタンについて説明します。これは、3次元形状のオブジェクトをもとに2次元投影図を作成するものです。このような3次元形状の立体より投影図を作成します。例えば、この立体を上から見ると、このような形状です。ここで、このボディを選択し、2D ビュー形状ボタンを押します。すると、モデルにシェイプ 2D ビューオブジェクトが作成されます。ここで、ボディを非表示にすると作成された投影図形を確認することができます。この図形を斜めから見てみましょう。このように二次元投影図が作成されています。次に、この投影図を削除して、もう一度、実行してみましょう。ボディを表示します。この状態で 2D ビュー形状ボタンを押します。そして、ボディを選択し、非表示とします。すると、このように斜めからの投影図が作成されたことを確認できます。